り解説。ヒッチコックが最も愛した俳優。ジェームズ・スチュアートの震える名演ベスト10。やあレイム、今日はハリウッド黄金時代を象徴するレジェンド、ジェームズ・スチュアートについてじっくり解説していくぜ。ジェームズ・スチュアート？お名前は存じ上げているけれど、具体的にどんな俳優さんだったの？マリサ、詳しく教えて。彼はアメリカの良心と呼ばれ、誠実な役で人気を誇ったんだ。でも、実はそれだけじゃない。私生活でも文字通りアメリカの英雄だったんだぜ。英雄？どういうこと？第二次世界大戦中、彼は人気絶頂だったのに自ら志願して軍に入ったんだ。B-24 爆撃機のパイロットとして20回もの決死の出撃を果たし、最終的には少将まで昇進している。これはハリウッド俳優として最高位の階級なんだぜ。少将、役じゃなくて、本物の軍人としてもトップクラスだったのね。ああ、親友のゲイリー・クーパーが受賞した時には、堂々と軍服姿でプレゼンターとして登壇したこともある。だが、その凄絶な戦場体験は、彼の中に深い傷跡を残したとも言われているんだ。その本物の経験が、戦後のヒッチコック作品で見せる、追い詰められたような狂気や、震えるような名演につながっているのね。特にヒッチコック作品では、執着や狂気を感じさせる震えるような名演を見せているんだ。今回は作品の核心に触れるから、ネタバレありで進めるぜ。ネタバレありなのね。でも、名作の真髄を知るためには必要よね。覚悟はできているわ、マリサ。その域だ。昭和の映画ファンも熱狂した不滅の名作ベスト10を紹介するから、最後まで見逃さないでくれよな。第10位。ララミーから来た男、1955。第10位は、1955年の西部劇、ララミーから来た男だぜ。名コンビと言われたアンソニー・マン監督と組んだ、最後にして最高傑作とも呼ばれる作品だな。スチュアートさんって爽やかで優しいイメージがあるけれど、西部劇にも出ていたのね。一体どんな役だったの？この映画で見せる彼は、いつもの穏やかな雰囲気とは正反対の復讐に燃える執念の男だぜ。泥臭くて危うい演技が、この作品の最大の核になっているんだ。というのも、弟をアパッチに殺された犯人を突き止めるという重い役どころだから、劇中では彼がボロボロになるまで痛めつけられる凄惨なシーンが続くんだぜ。そんなに過酷な内容なの？なんだか意外だわ。ああ、例えば、冒頭で死を取っていただけなのに、牧場主のバカ息子に難癖をつけられてラバを射殺され、大事な荷馬車を焼かれるんだ。さらに、ロープで縛られて引きずり回された挙句、至近距離から右手の手のひらを打ち抜かれるリンチシーンまであるんだぜ。そんなのひどすぎるわ。アメリカの両親がそこまで痛めつけられるなんて、見ている方も息を飲むほど辛くなりそうね。まさに、彼の執念と忍耐を強調するような名演だぜ。そして最後、仇であるビッグを追い詰めるんだけど、自らの手で射殺するんじゃなくて、密売用の銃を積んだ馬車を崖から突き落とし、襲い来るアパッチの前に彼を置き去りにして去るんだ。この道徳的でありながらも、運命に裁きを委ねる冷徹な決着のつけ方が、圧巻なんだぜ。ただの正義の味方じゃない、複雑な人間味を感じるわね。スチュアートさんの役者としての底知れない深さが見えてきた気がするわ。そうだろう？不器用ながらも信念を貫く男の姿に、昭和のファンは自分を重ねて痺れたんだぜ。まさに名作と呼ぶにふさわしい一本なのぜ。第9位。ロープ、1948。第9位は、1948年のサスペンス映画、ロープだぜ。サスペンスの神様ヒッチコック監督との記念すべき初タッグであり、監督初のカラー作品としても知られる意欲作なんだ。ついにヒッチコック作品の登場ね。初めての共演でどんな化学反応が起きたのか、すごく気になるわ。カラー映画っていうのも、当時は相当な話題だったんじゃないかしら？この映画の最大の見どころは、前編が途切れない一つのシーンに見える長回しの実験的な演出だぜ。当時は10分程度がフィルムの限界だったから、人物の背中や家具の蓋を画面いっぱいに映して暗転させ、
その隙にフィルムをつなぐという驚きの職人芸が駆使されているんだ。80分間ずっとカメラが回っているように見えるの？それは見ているだけで息が詰まりそうな臨場感ね。でも、物語はもっと恐ろしいんでしょう？ああ、知的な優越感を証明するために友人を考察した二人の学生が、その死体を隠したチェストをビュッフェ台にして晩餐会を開くという、狂気じみた内容だぜ。スチュアート演じる元領官のルパートは、彼らが浸水する優越思想のきっかけを作った人物として招待されるんだ。死体の上で食事だなんて、悪趣味すぎて背筋が凍るわ。スチュアートさんは、教え子たちのそんな恐ろしい犯行にどうやって気づくのかしら？不自然な言動に疑念を抱く中、家政婦から渡された帽子に被害者のイニシャルを見つけたり、本を縛っていた紐が凶器のロープそのものだったことで確信するんだ。最後、チェストを開けて死体を発見し、自分の解いた思想が惨劇を招いたと悟った彼が、自らの責任を認めて窓から発砲し警察を呼ぶ独白シーンは、まさに震える名演だぜ。自分の言葉が人を殺させたなんて、言葉にできない絶望感ね。誠実なイメージのスチュアートさんが見せる苦悩の表情。しっかり目に焼き付けたいわ。極限状態の心理戦を描いた密室劇の金字塔として、今なお色褪せない名作なのぜ。第8位、ハーベイ、1950。第8位は1950年の名作ファンタジー、ハーベイだぜ。スチュアートが、自分にしか見えない身長約2メートルの、巨大な白ウサギを親友だと信じている紳士、エルウッドを演じた心温まるコメディだ。巨大なウサギが親友だなんて、すごく可愛らしい設定ね。でも、周りの人はきっと困っちゃうんじゃないかしら？その通りだぜ。この映画の魅力は、世間体を気にする周囲の大人たちと、純粋無垢なエルウッドとの対比にあるんだ。彼は誰に対しても親切で穏やかなんだけど、ところ構わず見えない親友のハーベイを紹介し始めるから、姉のビタたちは彼を精神病院に入れようと奮闘することになるんだぜ。精神病院だなんて、ちょっとかわいそうな気もするわね。でも、確かにそんな大きなウサギと話していたら、心配になるのも無理はないわ。劇中では、病院の医師が姉のビタを患者だと勘違いして収容してしまうという、舞台劇ならではのドタバタ劇が展開されるんだ。特に印象的なのはラストの決着だぜ。エルウッドを正常に戻す注射を打とうとした時、姉がタクシーの運転手から治療を受けて普通になった人は、いかに平凡で不機嫌な人間になるかという話を聞かされて、注射を止めるんだ。たとえ変人だと思われても、今の優しくて幸せな弟のままでいてほしいと願うシーンは、本当に胸を打つのぜ。普通であることが幸せとは限らないのね。スチュアートさんのあの優しい表情で言われると、見えないウサギが本当にそこにいるような気がしてきちゃうわね。彼は生涯この役を愛し、舞台でも演じ続けたんだ。効率や常識ばかりを求める現代人にこそ、彼の心地よい幸福論が深く刺さるはずだぜ。第7位、スミス都へ行く、1939。第7位は1939年のスミス都へ行くだぜ。彼が戦地へ赴く直前の輝きを放っている、出世作にして最高傑作の一つだな。この頃の彼は、まだ戦場の影を知らない、純粋な正義感に溢れているわね。その通りだ。この映画で演じた、腐敗に立ち向かう純朴な青年のイメージがあったからこそ、戦後に彼が志願兵として国のために戦った事実が、国民にとってのアメリカの良心という評価を不動のものにしたんだぜ。タイトルからして清々しいけれど、内容は政治の世界のお話なのね。スミスさんは一体どんな上院議員だったのかしら、マリサ？彼は、巨大な組織の腐敗に立った一人で立ち向かい、民主主義の理想を守り抜いた不屈のヒーローだと言えるぜ。もともとは田舎の純朴なボーイスカウトのリーダーだったんだが、都合のいい傀儡にしようとした政治家たちの陰謀でワシントンへ送り込まれたんだ。だが、彼が進める少年キャンプ場の計画が、政治家たちのダム建設の利権を脅かすものだと分かった途端、スミスは汚職議員たちから卑劣な罠にはめられ、追放の危機に立たされてしまうんだぜ。そんなのあんまりだわ。
善意で動いていた人を、邪魔になったからって社会的に抹殺しようとするなんて、スミスさんは泣き寝入りしちゃったの？いいや、ここからが伝説の始まりだぜ。彼は自身の潔白と正義を証明するために、議場でフィリバスターと呼ばれる単独演説による決死の抵抗を開始するんだ。具体的なシーンを挙げると、彼は約25時間もの間、一歩も引かずに立ち続け、声を枯らしながら合衆国憲法や独立宣言を読み上げ、自由の理想を訴え続けたんだぜ。疲労困憊で倒れる直前まで、嘘の山に囲まれても戦い抜くと叫ぶ姿は、スチュアートの迫真の演技もあって見る者の魂を激しく揺さぶるんだ。25時間も一人で戦い続けるなんて、まさに命がけの演説ね。その誠実さが、最後には奇跡を起こしたのかしら？その通りだぜ。スミスのボロボロになった姿と揺るぎない魂に、悪に手を貸していた旧友のペイン議員がついに自責の念に耐えきれなくなり、議場で自らの不正を白日のもとにさらしたんだ。まさに、一個人の良心が巨大な権力を打ち破った瞬間であり、正義は必ず勝つという希望を映画史に刻んだ最高傑作なのぜ。第6位、フィラデルフィア物語、1940。第6位は1940年の不朽の名作、フィラデルフィア物語だぜ。この作品は、ジェームズ・スチュアートが生涯で唯一のアカデミー主演男優賞を手にした、役者人生最大の栄光とも言える一本なんだぜ。アカデミー賞？あのスチュアートさんが唯一受賞した作品なのね。一体どんな役柄を演じていたのかしら、マリサ？彼は、富豪の令嬢トレイシーの結婚式に潜入するゴシップ記者マコーレイを演じたんだ。普段の生真面目なイメージとは少し違って、皮肉屋でありながらも、ヒロインの孤独に共感しちゃう、人間味あふれる演技が絶賛されたんだぜ。記者がお嬢様に惹かれていくなんて、少し意外な展開ね。でも彼らしいまっすぐなところが見え隠れしそうだわ。その通りだぜ。特に注目してほしい具体例が、パーティーで泥酔するシーンなんだ。スチュアートが酔いつぶれたトレイシーを抱きかかえて、オーバーザレインボーを鼻歌で歌いながら現れる場面は、コミカルで愛らしくて、彼のコメディセンスが爆発しているんだぜ。鼻歌を歌いながらトレイシーさんを運ぶなんて、なんだか楽しそうね。酔っ払った彼の演技、ぜひ見てみたいわ。さらにプールサイドで語り合うシーンも圧巻なんだぜ。完璧な人格を求めて周囲を遠ざけていた彼女に対して、君は血の通った人間なんだと熱っぽく語りかけるんだ。この一言が彼女の心を溶かし、最後には婚約を破棄して、前夫のデクスターと再婚するという、劇的な結末へと繋がっていくのぜ。彼の言葉が、冷たい女神様を優しい人間に戻したのね。言葉の力とスチュアートさんの表情が、なんだか目に浮かぶようだわ。正義の味方だけじゃない。不器用な恋心や泥臭い衰退までも魅力に変えてしまう。まさにオスカー像にふさわしい思考の名演なのぜ。第5位、リバティバランスを打った男、1962。第5位は、1962年のリバティバランスを打った男だぜ。巨匠ジョン・フォード監督が、ジョン・ウェインと、スチュアートの2大スターを初共演させた歴史的一本なんだ。西部劇のスター同士、どんな対決が見られるのかしら、マリサ？この映画は、暴力の時代から法の時代への移り変わりを、一人の男の栄光と影を通して描いているんだ。スチュアート演じるランスは大学で法律を学んだ理想に燃える青年だが、無法者のバランスに襲われてしまう。彼を救ったのが、拳銃の名手トム、つまりジョン・ウェインだったんだぜ。法律と拳銃、正反対の二人なのね。ああ、印象的な具体例は、法を重んじるランスが食堂の皿洗いを手伝う姿だ。荒くれ者の街でエプロン姿の彼は、文明そのものを象徴しているんだな。さらに圧巻なのが、銃を持ったこともないランスが、手を打たれながらもバランスと往来で対決するシーンだ。銃声とともにバランスが倒れ、ランスは英雄として上院議員まで上り詰めるんだが、そこにはあまりに切ない真実が隠されていたんだぜ。英雄になった影に、一体何があったの？実は、バランスを撃ったのはランスじゃなく、物陰から撃ったトムだったんだ。トムは愛するハリーの頼みでランスを救うため、
自分が人殺しの汚名を背負う覚悟で引き金を引いたんだぜ。トムは二人の愛を悟って自ら心境を焼き払い、ランスはその犠牲の上に築かれた平和を背負い続けるんだ。スチュアートの哀愁漂う名演が、伝説の虚しさを際立たせているのぜ。自己犠牲の上に英雄が生まれたなんて悲しすぎるわ。スチュアートさんの表情に重みを感じるわね。伝説が事実になった時、その伝説を語り継ぐ、西部の非情さと美しさが詰まった、震える名作なのぜ。第4位、知りすぎていた男、1956。第4位は1956年の知りすぎていた男だぜ。ヒッチコック監督が自身の初期作をセルフリメイクした作品で、スチュアートが家族を守る良き父親として奔走する姿が印象的なサスペンスなんだ。タイトルからして、何か重大な秘密を知っちゃうお話なのね。マリサ、どんな展開になるのか教えて。旅行中に暗殺計画を知ったことで、息子を誘拐されちゃうんだ。彼が演じるベン・マッケナ医師は、不慣れな土地で必死に手がかりを追うんだが、その過程度での人間味あふれる描写が最高なんだぜ。例えば、手がかりを頼りに訪れた剥製屋で、勘違いから職人たちと殴り合いのドタバタ騒動を起こすシーンは、緊迫感の中にも彼の必死さとユーモアが混ざっていてスチュアートらしいぜ。お医者さんが剥製屋さんで大暴れなんて、よっぽど必死だったのね。一番の見どころはどこかしら？やはりロイヤル・アルバートホールでの暗殺阻止シーンだな。オーケストラの演奏が進み、シンバルの音が鳴り響く瞬間に狙撃が行われるという、極限のサスペンス描写は映画史に残る名場面だ。最後には、大使館のパーティーで妻が歌う、ケセラセラと息子の口笛を合図に、ベンが監禁部屋を突き止めて犯人を倒し、息子を救い出すんだぜ。命がけの救出劇を終えてホテルに戻ると、事情を全く知らない友人たちがソファでうたた寝しているという、皮肉でユーモアなラストもこの作品の魅力なのぜ。そんなに壮絶な経験をしたのに、周りはのんびりしてるなんて面白いわね。家族の絆とハラハラする展開が一度に楽しめる名作なのね。そうなんだ。手に汗握るスリルと家族愛が見事に融合した、ヒッチコックとスチュアートの黄金タッグが送る至極のエンターテインメントなのぜ。第3位、めまい、1958。第3位は1958年の映画、めまいだぜ。いつものアメリカの両親というイメージをかなぐり捨て、狂気的な執着に溺れる男を演じた、震えるほどの最高傑作なんだ。執着に溺れるだなんて、いつもの頼もしいスチュアートさんからは想像できないわ。一体どんな物語なの、マリサ？彼は高所恐怖症で刑事を辞めたスコティを演じているんだ。ある時、旧友から亡霊に取り憑かれた妻マデリンの尾行を頼まれるんだけど、彼女を救えずに塔から飛び降りさせてしまう。ここからが彼の真骨頂だぜ。数年後、亡きマデリンにそっくりなジュディという女性に出会うと、彼女に同じグレーのスーツを着せ、髪をブロンドに染めさせ、完全にマデリンへと作り変えようとするんだ。この狂気さえ感じる執念の描写は、今見ても息を飲むほど圧倒されるぜ。別の女性を死んだ人に変えようとするなんて、愛情を超えた恐ろしさを感じるわね。映像でも何か工夫があるのかしら？ああ、スコティの恐怖を視覚化するために、カメラを後ろに下げながらズームするめまいショットを、計5回も使っているんだ。さらに赤い壁紙や緑のネオンといった象徴的な色彩演出が、不穏な空気を際立たせているぜ。最後は、彼女が持っていた赤い宝石の首飾りから全ての罠に気づくんだけど、教会の塔で暗闇から現れた2層に驚いたジュディが、足を滑らせて転落してしまうんだ。絶望の中で塔の縁に立ち尽くすスチュアートの姿は、まさに救いのない衝撃の幕切れなのぜ。またしても目の前で愛する人を失うなんて、あまりに悲劇的ね。彼の役者としての底知れない深さが伝わってくるわ。人間の弱さと歪んだ愛を鮮烈に描き出した、映画史に燦然と輝く至高のミステリーなのぜ。第2位、裏窓、1954。第2位は1954年公開の裏窓だぜ。ヒッチコックの覗き趣味が凝縮された、舞台が主人公の部屋から一歩も動かない究極のワンシチュエーション劇だな。
お部屋から出ないで物語が進むなんて、なんだか不思議ね。スチュアートさんは今回、どんな状況の役だったのかしら？彼は撮影中の事故で足を骨折し、車椅子生活を余儀なくされた写真家のジェフを演じているんだ。退屈しのぎに裏窓から隣人たちを観察するんだけど、この設定が抜群の緊張感を生むんだぜ。例えば、美しいダンサーのミストルソや、熱帯夜のためベランダに布団を敷いて寝る夫婦など、窓越しに繰り広げられる多様な人間模様が、まるで小さな舞台のようで面白いぜ。覗き見していたら、見てはいけないものを見ちゃったのね。スチュアートさんは、動けない体でどう立ち向かうのかしら？マリサ？隣室のセールスマンが妻を殺したと確信した彼は、恋人のリサの助けを借りて真相に迫るんだぜ。特に恐ろしいのが、リサが犯人の部屋に侵入して結婚指輪を見つけるシーンだ。リサが指を振ってジェフに知らせるんだけど、その動きで犯人がジェフの視線に気づき、こちらをギロリと睨みつける瞬間は心臓が止まるほど怖いぜ。最後は暗闇で迫る犯人に対し、カメラのフラッシュを何度も焚いて抵抗するんだ。フラッシュの光を武器にするなんて、プロの写真家らしいわね。結末はハッピーエンドなのかしら？窓から突き落とされるものの助かり、最後は両足ギプス姿で休むジェフが映って幕を閉じるぜ。その横で、彼の好みの本を読んでいるふりをして、ファッション誌をこっそり楽しむリサの姿が、皮肉で愛らしいのぜ。スチュアートさんの豊かな演技と、美しいリサの共演は、まさに目の保養ね。早く見たくなるわ。緻密なセットと演出が光る。これぞサスペンス映画の教科書と呼べる最高傑作なのぜ。第1位、素晴らしきかな人生、1946。堂々の第1位は、1946年の不朽の名作、素晴らしきかな、人生だぜ。実はこの作品、彼が終戦後に軍から復帰して、最初に主演した映画なんだ。そうなのね。命がけの戦場から戻ってきた彼が、最初に選んだのがこの物語だったなんて。復帰直後の彼は、戦場での過酷な体験、PTSD から俳優引退も考えていたらしい。だが、この絶望から希望を見出す物語を演じることで、彼自身も救われたと言われているんだぜ。だからこそ、あのジョージの絶望と、ラストの歓喜の表情には、魂が震えるようなリアリティがあるのね。少年時代に冬の池で弟を救って左耳の聴力を失ったり、薬剤師が毒薬を処方するのを防いだりと、彼は誠実さを貫いてきたんだ。ずっとそんな役回りばかりしてきたのね。でもそんな立派な人が、どうしてあんなに深く絶望して、死ぬことを考えてしまうのかしら？自分なんかいなければよかったと絶望する彼に、天使がもしジョージが生まれてこなかったらという世界を見せるんだ。暖かな街が、強欲なポッターに支配された凄んだ歓楽街へと、変貌している衝撃の光景を知り、彼は自分の人生の価値に気づくのぜ。自分が必要な存在だったと気づくのね。最後はどうやって解決するのかしら？ラストシーンは圧巻だぜ。窮地の彼を救うべく街中の人々が寄付を持って自宅へ駆けつけ、全員で蛍の光を合唱するんだ。天使の本に記された、ともある者は敗北者ではないという言葉が、人生の真の豊かさを物語っているぜ。最高の名場面なんだ。友達のいる人は敗北者じゃない。素敵な言葉ね。スチュアートさんの優しい表情が浮かんできそうだわ。絶望から希望へ這い上がるスチュアートの名演に世界中が涙した。まさに不朽の名作と呼ぶにふさわしい、堂々の第一位にふさわしい一作なのぜ。総評またはまとめ。スチュアートの10作品、どうだったかな？誠実なアメリカの両親としての顔と、ヒッチコック作品で見せた人間の業を背負う顔、どちらも彼という名優の真髄なんだ。彼の演技は、私たちに人間らしさとは何かを問いかけ続けているんだぜ。本当に深みのある俳優さんなのね。どの映画も、彼のあの不器用そうでいて情熱的な瞳が印象的だったわ。マリサ、今日はいっぱい教えてくれてありがとう。ああ、不遇な時代を乗り越えて、最後には希望を見せてくれる彼の演技は、今の時代にこそ見てほしいぜ。彼の映画は、困難な時代を生きる私たちに、きっ
と大切なメッセージを届けてくれるはずだ。さて、みんなの好きなジミーの作品は何かな？ぜひコメント欄で教えてくれよな。素敵な作品ばかりで、全部見たくなっちゃったわね。この動画が面白いと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次の名作解説で会おうぜ。最後まで見てくれて、本当にありがとうなのぜ。